どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、2年前に立ち上げた30センチアヌビアスの森水槽のことは覚えていますでしょうか？全く覚えてないよって方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。行き当たりばったりで立ち上げたこの水槽、本来は30センチキューブ水槽で化粧砂仕分けレイアウトをしたいと思って作ったものだったんですよね。もともとアヌビアスを植栽するつもりは全くなかったのに、気がついたらアヌビアスの森水槽になってました。そんな奇妙な水槽、実は立ち上げてから全く触れてなかったんです。生態を導入したりとかいろいろしてはいたんですが、水槽自体の経過は全く追っていません。それもそのはず、アヌビアスしか植栽してないんだから変化がないんですよね。ただ、立ち上げた水槽に関しては、リセットするまで基本的に皆さんにお見せしようと思っているので、この2年という歳月を経て報告していきます。それでは早速やっていくんですが、立ち上げ初期はこんな感じでアヌビアス7ミニを植栽して終了しました。結構自分的にはグダグダで反省点が多い水槽ではあったんですが、レイアウト自体は気に入っていたんです。こういった花壇型のレイアウトはしたことがなかったので、いい経験にもなりました。そこから紆余曲折を経ていったんですが、最初は花火とエリスロミクロンという個人的に扱った小型微魚を大量導入したりしてます。その間にこんな感じで陰性水草ストック水槽のような感じになったりと、意外と変化はあったんですよね。ちなみに置かれているのは1個5000円で購入したブセファランドラクダガンの群生株だったり、適当に購入して行き場をなくしたアヌビアスたちです。正直この時点でレイアウトもへったくれもない状態ではあったんですが、全部活着させている陰性水草だったので、いつでも撤去できると楽観視してたんですよね。たださすがにこのままだと何の水槽かわからなくなってしまうため、テこ入れをすることに。最初に行ったのは花壇になっているアヌビアスの撤去です。もともと石にくくりつけていたアヌビアスをただソイルの上に置いてただけだったんで簡単に取れると思っていたんですが、思いのほか根っこをガンガン生やして場所によっては取り出すのに大変苦労しました。こんな感じで全く生態がいないように見えて、アヌビアスを動かすたびにわらわらと大量の花火とエリスロミクロンが出てくるのは面白かったですね。この調子で全部のアヌビアスを撤去しようと思ったんですが、結局この手前のアヌビアスたちがあまりにも強固に活着していたため取り出すことを断念。とりあえずアヌビアスを剥がしたことによって汚れた水槽を全体的に掃除することから始めました。化粧砂だとちょっとソイルが溢れるだけで薄汚れた感じがしちゃいますよね。まあ後々考えるとこの時はまだ綺麗な方でした。その後どうしたのかというと、こんな感じで剥がしたアヌビアス7ミニの代わりにミニよりもちょっと小さいアヌビアス7プチを配置しました。正直あまり見た目変わってないように見えるんですが、結構葉の密度は上がりましたね。立ち上げ初期の映像と比べてみると結構違います。ちなみに行き場を失った陰性水草をストックする役割は健在です。そんな感じでマイナーチェンジを経ていったんですが、生態が多いゆえに苔が発生してきちゃいました。アヌビアスにつく苔といえばこの黒ひげ苔が代表的です。この水槽にも例に漏れずしっかり張り付いてますね。ただこの手前に置いていたストック水草たちにも影響があるので、どうにかしようと思い立ちました。一番はこの5000円もしたクダガンが苔まみれになり始めて焦ったことです。もともと調子よく育成できてたので、ここまで苔まみれになるとちょっと心配になりますよね。ではどうやって苔に対処していくのかというと、ストックしている陰性水草を他の水槽に移すだけです。根本的な解決には全くなっていないんですが、この時はおそらくそこまで苔も目立ってないし、
この水槽内だけの被害ならいいだろうくらいに思ってた気がします。一応ヤマトヌマエビを導入して苔の進行を遅らせるという姑息な手は使用してました。これがどういった結果になったかは今となってはよくわからないんですが、入れておくに越したことはないです。ただご覧の通り結構アヌビアスの森っぽくはなってるんですよね。7プチに入れ替えを行ったからなのか、新芽が結構生えてきたからなのかは定かではありません。当時はそこまで変化を感じていなかったんですが、立ち上げ当初の映像と見比べるとやっぱり全然違う。これでこけてなかったらもっと良かったんですけどね。そんなこんな維持をしていたんですが、この時から結構油膜に悩まされてました。ブラックモーリーを入れて対処できたかと思いきや、あまり働いてくれず、そのまま油膜は張り続けることに。しびれを切らしていつもの油膜リアで適宜取り除くことにしました。これやってる時すごく気持ちいいんですが、頻度が半端ないので大変なんですよね。週1くらいなら玉のストレス発散にもなるんですが、翌日にはまた油膜が張ってるのでいたちごっこです。でもこうやって編集しながら映像を見返していると、この油膜の取れ具合は気持ちいい。1個1000円くらいなので一家に1台あってもいいと思います。そして油膜を取った後に水替えを行います。いや、水替えするなら油膜取る前にしとけばいいじゃんと思われるかもしれませんが、なんか油膜張ってる水槽にプロホースぶっ刺すの気持ち悪いんですよね。差し込む時と引き抜く時にプロホースの筒全体が油膜でコーティングされるので不快感半端ない。いちいち手で洗わないといけないことを考えると、先に油膜を取ってから作業したいと思ってます。ある程度水を抜いたら、この汚いガラスパイプも掃除していきます。ご覧の通り茶苔にまみれて大変。このガラスパイプも掃除を頻繁にしないといけないのが嫌なんですよね。それでも使い続けるんですけど、おそらく立ち上げてから一度もフィルターの中身を掃除していなかったため、ものすごい汚泥が溜まってます。スパイラル露材だったからまだ良かったですけど、これがサブストとかの生物露材だったらとっくの昔に目詰まりしてるでしょうね。ちなみにこの時の給水パイプは内径 9mm の極細タイプを使っていました。それはこの小型外部フィルターエデニックシェルトの径に合わせるためなんですが、この給水パイプスリットが少ないのと径が細いのとですぐ目詰まりするんです。ろ過槽内は洗ったことなかったんですけど、給水パイプのスリットはこの間に何度も洗ってます。そんなこんな言ってるうちにろ過槽内を開け洗浄を開始。とんでもない汚泥に気持ち悪ささえ感じますが、逆にこれだけ汚れても通水性をある程度保てるスパイラル露材は優秀だなとしみじみ思います。しっかり洗ったら以前動画にしたように内径 12mm の給水パイプにメッシュフィルターをかませて設置します。径が違うのは異形ジョイントを使って対処しました。こうすることで目詰まりを防止し、メンテナンス頻度を下げる算段です。こういうめんどくさいことを極力減らすためには努力を惜しみません。そんな感じで綺麗になった外部フィルターを設置したらスイッチオン。先ほどよりもしっかり流量が高くなっていることがわかります。というわけでそこから2ヶ月後の全体像がこちら。なかなか綺麗に見えるのではないでしょうか。フィルター掃除をする前よりも黒ひげ苔は減り、綺麗なアヌビアスの森水槽になりました。若干斑点状の苔は出ていますが、遠目から見ると全然見えませんね。アヌビアス7ミニから7プチに変えたことでボリュームが増して見えるのがいい感じ。手前に置いていた名前を忘れてしまったブセファランドラもよく花を咲かせて元気です。管ガンもツヤとラメが出てとても綺麗。増えもしないけど減りもしないという絶妙なバランスを保っています。外部フィルターを掃除して2ヶ月。これくらい綺麗な状態を保てているということは、やはり通水性を確保して流量を落とさないことが重要だと感じますね。
実際に掃除したから黒ひげが減ったかどうかは実証できないんですけど、少なくともあのおでんまみれのフィルターの中身をそのままにしておくよりマシなことは明白です。メンテナンスが面倒なのは変わらないんですが、やはり半年に1回くらいは掃除した方が良さそうです。というわけで、立ち上げから全く触れていなかったアヌビアスの森水槽の経過をお話ししていきました。この状態で維持できているため手間はかからないんですが、アヌビアスの森の密度が高くなったことで、撮影するときに余計花火たちが出てこなくなったのは若干残念。それでも落ち着いて隠れてくれるならまあいいんですけど。ただ、この気に入ってる水槽、どうしても時間が経つとバランスが崩れるもので、また問題が発生しております。今後状況が変化すればまた動画でお伝えしたいと思いますので、気になった方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。